はスピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は海王星逆行のお話です。その前にこの動画までたどり着いてくださった皆さんありがとうございます。何かのご縁での出会いだと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ登録をしてください。すでにしていただいている方はいつも温かいエネルギーを感じております。本当にありがとうございます。オーストラリア・シドニーで、ここで一人で今こうやって喋ってますけれども、世界中の皆さんがですね、このメッセージを受け取ってくださっているのを感じて、とても嬉しくも思ってます。最近では YouTube から、個人セッションに来ていただいて、そのままクラスの生徒さんになっていただいて、なんとそのままオーストラリアに来ていただいた方とか、移住された方とかも増えてきまして、もう本当にこういう SNS を通しての広がりに感謝をしております。なので、皆さんともいつかまたお話ができる日が来るのではないかと思っております。インスタグラムでも毎週金曜日の朝にインスタライブをしておりまして、そこで交流などができます。そしてノートやアメブロの方でもっと詳しい星読み、書いたね、テキストなども提供しておりますので、そういうものが興味がある方はぜひそちらもご覧ください。さあ、それでは海王星逆行のお話です。2025年海王星は7月の、ジュライの5日ですね。7時23分頃にお羊座の、02.10度で逆行を開始します。そして、今年12月の10日ですね、21時11分、魚座の29.22度で順行に戻ります。ということは、逆行中途中、魚座まで戻るということで、10月の22日ですね、19時32分に一旦魚座に戻るという動きです。で、これはとても大きなことなんです。ちょっと順番にお話ししておきますね。通常の、こととはちょっと違うってことなんです。先生術を知ってる方はご存知の方多いと思うんですけど、毎年恒例の5ヶ月逆行期間なんですね。海王星は毎年5ヶ月逆行するんで。だから今年もね、という感じで受け取っていてはいけません。なぜならば、この逆行はいつもより特別です。で、もともとですね、水星とか金星のように地球の近くにいる天体の逆行みたいに日常生活そのものに明確に影響として感じるということは、海王星の逆行は普段はないんですよ。水星は分かりやすいですよね。明らかに通信が途絶えたり、勘違いが多くなったりしますし、金星は喜びの場所に今までうまくいってたものがうまくいかないとか、もうみんなこう目に見えて逆行の影響を感じると思うんですけれども、遠い天体は遠くで存在しているし、遠いし、あとはゆっくり動くので、トランスサタニアンって言われている、天王星、海王星、冥王星っていうのは逆行値の影響ってちょっと個人では感じにくいんですよ。で、特に海王星は担当する部分が幻想とか霧の世界とか夢とか潜在意識とか、とてもそのクリアで明確なビジョンを見せてくれる場所じゃないところ、もともともやっとしている場所を担当している天体なので分かりにくいということです。より内側の自分自身とか精神性の成長を得るために存在している天体なので、やっぱりこういうのってこう分かりにくかったりしますよね。ただし、最初に言ったように、今回の逆行は毎年の逆行よりも分かりやすい出来事が起こるし、重要な意味があります。それは逆行中にサインを移動するからです。最初に言ったように。しかもこの移動が先生術で言うと、各サインの間に線があってカスプって言いますが、この移動で一番大きな影響を与えるのが魚座とお羊座ラインなんです。ですからそこを越えるという逆行中ですから、始まりと終わりの間を行ったり来たりするということなので、とても強烈だということになります。で、しかもですね、海王星っていうのはもともと居場所は魚座なんですね。だから本来の家である魚座にこう一旦帰るっていう感じになります。で、今回これで最後なんですね。最後って言っても、その200年ぐらいしたらまた戻ってくるけど、私たちは多分生きていないから、私たちにとっては最後の魚座の実家戻りです。だから一旦実家に戻るんだけど、その理由は別れを告げるためなんです。もうこれで最後ですということなんです。そのための5ヶ月と思ってください。永遠の別れを告げるための実家帰り。そんな感じです。
で、魚座は無双の世界です。もう無双、夢のね、世界です。で、お羊座っていうのは最も現実的な世界。行動をすることによって生きているということを実感するから、真逆の星座なんですね。だからこの間で理想と現実のバランスをとって、幻想でしかないものと本当の今世の目標である願望実現との区別を明確につけていかなければいけないような出来事がわんさか起こると思います。夢見ていたいんですよ。例えばどこかで絶対叶わない夢だと思っていても、その夢を見続けていることで、ふわっとごまかしていきたいところはあるんですけど、それをさせてくれるのが海王星なんですけれども、逆行中はふっと現実を見さされる。そういうことですね。ですから、この期間、特に私も含め、多分ここにいる皆さんのほとんどがそうであると思います。だから、たどり着いていただいたんだと思うんですけれども、特にスピリチュアル好きな方にとってはとても大事な期間です。はっきりと言えるアドバイスは、そして私も自分自身に、肝に銘じていることは、現実を直視する準備をしておきましょうということです。もう必ずそれが起こるんで、準備してればまだあたふたしないから。で、これはね、なぜならば、この後、別動画でまた話しますけど、土星も同じ場所で逆行を始めるんです。で、土星もこの動きの中で9月の1日に一旦魚座に戻るんですよ。だから土星と海王星はどちらもこの一番強烈なお羊座魚座ラインをこの期間に超えるわけ。これは強烈です。だから、具体的に言うと、何かやりっぱなしの出来事、やりっぱなしの仕事をいくつもほったらかしに持っている人っていっぱいいるんじゃないですか。私もちょっとそういうタイプ、すぐにちょこっとやって、止まってしまってるみたいな。にはちょっとしんどい時かもしれません。だからちょっと今回は一個ずつちゃんと終わらせていこうと思います。私なんかもう本当にそういうタイプでですね、何かメールとかでも一度に5個ぐらい開ける。この人のこれを読みながら次開けて次開けて、で、ここには、このファイルを送んなきゃいけないのよね。ここには、写真なのよねとかいうのをやりながら、やっぱりそんなのうまくできるわけではないので、どれかやりっぱなしになってるというのが出てきちゃったりするんですね。で、それでもなんとかなってたんです、これまでは。でも逆行中はそうはいかない。しっかりちゃんと一個ずつ終わらしていきましょうよねっていう感じはとても強くなるんじゃないかと思います。ちょこっとやって思った通りの結果が出ないと不安と不満の感情出ますでしょ。で、実はこれ私がやっている脳科学、心理学などを駆使したコーチング講座でも、マニフェステーション術講座でもお話しするんですけど、願望実現の greatest enemy、最大の敵はこの今の2つなんです。不満と不安。これ持ってると願望実現しないんですよ。でも絶対持ってるじゃない。私だって正直言うと一日の中で不満を感じること、不安になることあるから。ただ今の私はそれは greatest enemy っていうことを知っているから、持ってたらいけないことは知っているので、持っちゃったっていう時にすぐにパッと手放します。ならまだ大丈夫。これを大事にホールドして育ててしまっている状態だと、なかなか難しいかなという感じですね。ですから、不安と不満っていうこの二大エナミーにコントロールされているなと感じる人は、この半年でそのマインドを変えなければ、もう先には進めないということに気づくということです。これまではなんとかなったけど、これからは無理。ですから、やっぱり長期的な目標と計画を立てているということはとても大事です。現実的にすぐにうまくいかなくても、明日うまくいったのかもしれないのに、全部その前でやめてやりっぱなしになっている。そういう状態にならないようにということが大事です。うさぎと亀のレースみたいにね、勝利していく人を結局見送ってしまうということになるんじゃないかと思いますね。で、ちなみに土星のお話はまた別にしますけれども、土星がお羊座に入ったのは、今入ってますが、1996年以来なんです。つまり30年近く経っている。ですから、この30年近くを振り返って、あなたはどんな失敗をして、どんな失敗を通して何を学び、それを今どう生かしていますかっ
で、この質問が宇宙からやってきます。成功からじゃないんですよ。失敗から何学んだのっていう問題文が出されます。なので、そこに答えられるようになっていくということが大事。これが今回の逆行期の特徴でもあります。失敗から学んだもの。これがあなたの今後を支えていきます。ですから、たくさん失敗している人が有利ということでもあります。たくさん学んだから。だからいっぱい失敗してきたなという人はここでワクワクしていただいて OK です。可用性はマインドとフィーリングっていうどちらも見えない精神的な学びです。で、土星は計画性と持続性という割と現実的な見えるそういう世界です。その2つが逆行しますからどちらにおいても学びこれを伝えてくる期間ということになりますね。で、今回もう一度、海王星の逆行についての話なので戻ると、先ほどお話ししたように、海王星っていうのは幻想とか夢、麻薬とかもそうですし、理想、空想、現実逃避っていう、最も見えない世界を利用しやすい、その天体が海王星なんですね。で、自分自身では、私は現実的な思考を持っていて、グランディングしている人間だって思い込んでいる人でも、私も思い込んでいましたが、かつては、どこかで現実逃避をする癖は誰にでも少しはあるものです。で、あるいは、グランディングしてますっていう人ほど、実は自分の正しさに固執している場合があるんで、気づいてないだけで自分の正しさ、理想の世界に固執して、現実を直視してないっていう場合すらあります。で、海王星が巡行の時は、海王星はフィルターをかける仕事ですから、程よくフィルターをかけて、そんな風に勘違いをさせてくれる。だから、あまりにもはっきりと現実を見ると、ストレスになって押しつぶされる時があるんで、海王星はちょっと優しく、ちょっと見えにくいように、ね、フィルターをかけてくれる天体であったわけです。だから逃げ場所として見たいものだけを見せてくれるっていう感じです。加工アプリみたいなもんです。写真を撮って、めっちゃシワ増えたやんとか、ちょっと、そばかすやと思ってたらこれ、シミやんとかね、気づくわけです、私も。でもうフィルターを通してると見なくて済みますから。で、してたのの急にフィルターが外れるみたいなのが、逆行期間なんです。だから逆行上もそうはいかない。海洋星のフィルターが正常に機能しないので、現実を明確でクリアなビジョンとしてガーンとシミもシワも全部見せてきます。これがお試し期間です。だから準備をしておきましょう。加工アプリが壊れた時の準備をしておきましょうみたいな感じですね。慌てないことが大事。常に準備をしていくと慌てないで済むんです。人は慌ててる時にパフォーマンスが一番下がる。これも科学で証明されている。慌てない人が成功する。行動力はあった方がいい。素早さも必要。でも慌てるのとは違う。ですから、慌てない人になれば、もう幸せになれるんですが、人は慌てるものです。だから先生術がある。先生術は前もって読めるから。慌てないために私は先生術を生活に利用してます。なので今これを事前に皆さんにお話ししている。だから何も海王星は逆行している時に皆さんの夢を諦めさせよう、壊そうとしているわけではないです。というよりむしろ夢を応援しているからこそ1年に1回5ヶ月逆行します。本気で願望を実現したいならばフィルターにかかったビジョンだけ見てちゃダメよ。精神的に成長してちゃんとしたクリアなビジョンを見れる5ヶ月間っていうのも必要でしょ。それが必要よっていうのをリマインドしてくれる。そういう感じです。より深い自己認識、ソウルレベルでの心の本音、潜在意識の声に耳を傾けることの重要性、そのための再確認と軌道修正を促すのが海王星逆行期間です。だから夢として理想として大きなものを掲げてくるのはいいんですけれども、実は多くの人がそのエネルギー的には絶対に相入れない2つのことが夢の中に入ってたりすることがあるんですね。で、外から見てると明らかにきっと無理なのは分かるのに、自分自身では近すぎて同じようなものに見えてしまってる。こだからこういう海洋性逆行期間ってこういうこともよく起こる。絶対相入れない2つをやってたから5年も6年も動かなかったんだ。こっち捨ててみたら、おおってみるみる上に上がっていくっていう人もいっぱいいます。
これも科学の法則で、周波数が違うものは同じ場所には存在できない。存在するとめっちゃ不協和音で居心地が悪くなるから、周波数の高い存在は不協和音のあるところからは逃げていきます。ということです。例えば生活習慣を立て直さなければ物理的に無理な計画を立てていたという人もいます。そこに気づくという人もいます。実は私は個人セッションが一番の、ね、ライフワークで毎日何人かの方をさせていただいてますから、もうかなりの膨大な量のセッションを今までしてきましたから、その個人セッションしていてよく落とし穴にはまっているという人がやりがちなミスです。例えば、なんか一生懸命やってるんだけど、集客がうまくいかない人が集まってこないんですよって不満を言ってる人。不満とね、不安は greatest enemy for the manifestation。願望実現の最大の敵ね。皆さん覚えておいてほしいと思いますけど。でも言っている人、でも宇宙からをリーディングすると、その理由はね、私やっぱり向いてないのかなとか、やっぱり努力足りないかな、もっと集客頑張んなきゃいけないのかなと思って、急にインスタ投稿始めたり、いろいろみんなするんですけど、うまくいかない。それは、今のあなたが、それを、あなたに宇宙がね、あなたが求めてるって、潜在意識が言ってる結果を渡したところで、無理でしょ？あなたできないでしょ？だから渡してないよっていうのはすごいよくあります。で、この無理な理由が、あなたが才能がないからじゃなくて、あなたがまだ受け取るフィールドを整えてないから、才能も十分、技術も備わっている、コンテンツもいいっていう人にすごい多いんです。この理由。フィールド整えてないの。その状態で今100人あなたセッション渡せるよっていう感じ、宇宙は。あなた才能あるんだから。でもそれ渡したってあなた今無理である。まず整いなさい、100人を受け入れられるように。っていう人本当多いです。本当にそれを整えたら、その途端集客入りましたっていう人何人もいます。自分自身でどっかで今100人来られても無理って分かってたんですよ、その人も。ですから結果に伴っていなかったっていう感じですね。だからそれなのになんか何が足りてないんだろうってまた自分の足りてないものを探してしまうっていうのはさっきの不安と恐れですね。不満と不安だから恐れですね。だからそういうものをね手放していくことが大事です。自分自身のマインドが潜在意識のレベルで I'm ready. Yes. Come on, come on. I will accept it. 全部受け取りますようになっていないんです。潜在意識はそう言ってますけれども。潜在意識のレベルで I'm ready になっていることを確認する。これだけが必要だったという人は多い。受け取る準備をする。フィールドを整える。そういう感じ。で、それが海洋性の逆行中っていうのはフィールドを整えるために何をすべきかっていうのを見せてくれるから。なので注意深く見て自分自身で整えていかれるといいと思います。これはとても現実的なアプローチですけれども、本当にその現実的なことをしてないからできてない人いっぱいいるんです。だからスピリチュアル難民になっちゃいけなくて、もっと現実的な対応が必要だということに気づくために海王星は5ヶ月逆行してくれる。宣伝が苦手だから、コンテンツに魅力がないからだと思っていると、そうしたものを獲得するためにお金をね、上手な宣伝の仕方、学校に行くことになるじゃないですか。お金を使ってしまいますけど、それって自分を信じていないことを証明する行動にもなっちゃうんですよ。そうすると、実は私が提供しているセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座とマニフェステーション実現プロジェクトっていう2つの夢を叶えるためのプロジェクトはどちらも脳科学と心理学の進歩によって心の在り方とかマインドの癖、それから脳の周波数が現実にあなたの人生に起こる出来事に影響していることが科学的に証明され始めたという時代の流れから誕生したものです。科学のお話。ですから、これ簡単に言うと、今言った自分で自分を信じていないと脳、この脳が思い浮かべている脳の中のビジョンには、グレイティストエネミーである恐れが入ってる。不安が入っているわけです。例えば、こんなこと思ったことある人いませんか？
老後お金が足りなくなったらどうしよう。これ最悪なんですね。これ頻繁に感じている人は、これから先の未来、あなたは困る未来、困っている未来の自分を、それを思うためにここに脳でビジュアルができちゃうんですよ。脳っていうのは、思ったことをこう一回ビジュアルに移すんですよ。で、これが大事なところですけど、脳科学で証明されたんですよ。脳は実際に起こったことと、脳でただビジュアライズしたことの違いを認識できていないということが今分かってるんです。だから不安な未来を送っているビジョンが脳に存在すると、私は今困っている人だっていうふうに脳がもう思うんです。今何にも困ってないのに。そうするとコルチゾールが実際にドピャッと出るんです。これがもう科学で証明されちゃった。ピッとパッて出る。それで出なくてもいいコルチゾールが出る悪影響を与える。結局自分自身が発する周波数をそれが下げてしまう。本当は困ってないから下げる必要がないのに下げちゃうなんてもったいないということです。科学では同じ周波数のものしか同じ場所に存在できない。さっきも言いました。周波数が下がったままでは願望実現っていう高い周波数の出来事は寄ってこない。こんなもったいない話はないんです。で、私も脳科学と心理学は大学でやりましたけれども、大学出てから脳科学も学んでから周波数を上げていくことが本当大事なんだ。じゃあ周波数を上げるためにどうすればいいのか。それは潜在意識レベルで自分自身の可能性を信じる必要があるということを知りました。じゃあ今度はどうすれば自分で自分の可能性を信じることができるんだということに取り組んでいきました。なので、そうやって自分自身が変わっていった時に、やっていることも同じ、提供しているものも一緒、発信の仕方も一緒なのに、そこが変わったことによって周波数が上がると、高い周波数の人に見てもらえるようになった。だから今もそうです。ここに高い周波数の人が見てくれる。そうすると、私の人生がやっと動き出した。自分が低い時には低い周波数のものしかやっぱり寄ってこなかったんです。だから同じように動画を発信してるのに劇的に上がっていきましたということですね。多様性の逆行っていうのはまさにこのテーマです。課題に取り組むことを避けるためにうまくいかない理由を曖昧にしておきたくてかけていたフィルターがこの期間は完全に解けます。そしてあなたが自分自身のマインドと潜在意識のレベルで自分自身を高く評価して自分を信じる力を取り戻す努力を始めなければこのままでは夢が動き出さないんだなということに気づいていく5ヶ月ということになります。さっきも言ったけど加工アプリでごまかしてきたんだけどやっぱりシミが増えてるならそれをどうするかっていうことをこう自分で努力していく必要がある。でもこれは朗報です。Good news。気づかないと取り組まないから。例えば、ずっと片頭痛が悩みだった人、どんな薬を処方されても一時的な対象でしかなかった人が、根本的にあなたの日常のこの部分をこう変えないとこれは一生治らないよって言われたのと同じことで、これはやっぱり朗報だと思うんですよね。もう薬で対応するのをやめなさいと。対症療法をやめて、本気でセルフケアに取り組むきっかけだよと。でやり方もどこがダメかも教えてくれるわけだから、気がついてそれをやればいいだけ。何をすべきかが言ってもらえた方が、ダメ出しじゃなくてありがたいじゃないですか。これダメ出しと取る人もいますよ。これがあなたのダメなのよって言われたら、でも、原因が分かったからっていうポジティブな考え方の人もいますけど、こっちで言った方がこの期間は楽しいですよということです。ということで、人生に程よくかかっていたフィルターが取れるこの期間を、いい方向にね、ぜひ使っていただきたいと思います。では、宇宙からいただいたこの65枚のスペシャルなカードを使いまして、セプタグラムソウルジャーニーリーディングの1枚引き、これを見てる周波数の高い皆さんに、多様性の逆行中の一つのメッセージを、この辺で言ってみましょうかな。いいカードね。インナンニャン、引用マークにフラワーオブライフという申請企画がかかっています。本当にこのカードは
すごくベタな言葉ですけど、世の中の平和そのものを表していて、どうしてもやっぱり影があり光がある。海王星だってプラスな面もあればマイナスな面もある。夢を見させてくれるけれども、でも現実逃避も起こす。だから天体のやっぱりこう順行と逆行っていうのは本当にまさに陰と陽みたいな感じ。でもどちらもあるから一つの丸になってフラワーオブライフの花が咲くわけです。だから影の時間も光の時間も順行の時間も逆行の時間もうまく利用できる人になっていくということがとても大切なんじゃないかなということで、お後がよろしいようで、今日はこの辺りにしたいと思います。で、最初にも言いましたけど、なんかこの今、激動の時期に何らかのご縁で YouTube を通じて、ちょっとここ一方的ではありますけれども、何かやっぱりこう、一生懸命見てくださっている皆さんのエネルギーとか感じますし、温かいエネルギーも感じておりますので、改めて本当に見つけていただいてありがとうございます。いつか本当にお話しできる日を楽しみにしております。では、素敵な期間をお過ごしください。